ようこそ、五歳食堂へ。美味しい健康長寿食の旅へ、あなたをご招待します。長寿食研究家の管理栄養士マキコがお伝えする健康長寿料理のご紹介です。今回は日本にある素晴らしい食材たちを使って日本の長寿村で食べられていた料理をご紹介します。100年前の古民家より、今日も食材たちに感謝して美味しい健康料理をお届けします。健康長寿食堂、五歳食堂、1日分の野菜が摂れる旨味たっぷりほうとう。地元の野菜を中心に抗酸化作用を含む野菜を豊富に使用します。小麦粉を入れたボウルに水を加え5分程度こねます。少しずつ生地がまとまってきます。耳たぶぐらいの硬さになったらラップで包み15分程度置きます。時間がある場合は1時間程度置くことをお勧めしています。時間が長い方が生地がよく伸びます。少し一休み。ももの絵本は好きな本の一つ。現代人はもっとゆっくり過ごしてもいいのかなと思わせてくれます。近くの神社に散歩に行ってこよう。いつ見ても綺麗だなぁ。人力車も良い感じ。無事に帰ってきました。気分もリフレッシュできたし、料理を再開。あ、もうこんな時間。無農薬の人参。沖縄発祥の EM 菌入りの肥料で育ったので、味も濃くて美味しい。実際に育ててみると違いがわかります。人参は日本にはいろいろな種類があります。沖縄の島人参、京都の金時人参、それぞれ味が違います。半月切りに切ります。大根は短冊切りに切ります。白菜は地元のマルシェで今朝購入したもの。シャキシャキと新鮮です。一口大にカットします。油揚げは豆腐を薄くカットして油で揚げたもの。良質な植物性タンパク質、カルシウムを摂ることができます。1センチ幅の細切りにします。里芋は豊富な食物繊維、胃の粘膜を守るムチンを含み、健康に良い食材です。1センチ幅にカットします。塩を少量かけ、混ぜ、水で洗い、ぬめりを取ります。ぬめりを取ることで、ホクホクと柔らかくなり、味が染み込みやすくなります。里芋やかぼちゃは、日本の長寿の地域では頻繁に食べられていた食材の一つです。かぼちゃは 1,2 センチ幅にカットします。しめじをほぐします。ネギは1センチ幅にカットします。旨味を多く含む鰹節と昆布から出汁を取ります。水にカットした昆布を入れ60度程度に温め30分程度置きます。小さめにカットすると昆布の旨味がたくさん溶け出し、減塩でも美味しいスープになります。昆布を取り出し、沸騰直前まで温め、鰹節を加えます。1分程度置いたらペーパーでこします。
ビーガンの方は鰹節の代わりに昆布を多めに入れてくださいね。麺のラップを取り、粉をまぶし、伸ばしていきます。くっつきやすいので、粉を振りながら伸ばしてくださいね。1センチ幅にカットします。だしに人参、大根、里芋を加え強火で煮込み、白菜、油揚げを加えてさらに5分ほど煮込みます。かぼちゃ、しめじを加え5分ほど煮込みます。カットしたほうとうの麺を一切れずつ加え5分ほど煮込みます。ネギを加えて蓋をして一煮立ちさせます。味噌は植物性の乳酸菌を含み、腸内環境を整えてくれます。植物性の発酵食品を食べることで、日本の長寿者の腸内環境はとても良い状態でした。蓋を開けて、ネギを振りかけます。これで長寿食の出来上がり。1日分の野菜が取れる旨味たっぷりほうとう。いただきます。今回の健康長寿レシピのポイントは、ポイント1、豊富なビタミン E の摂取。かぼちゃ、人参等の緑黄色野菜を豊富に使用し、1日分のビタミン E を摂取することができます。日本の長寿の地域では、抗酸化作用のあるビタミン E の摂取量が現代人の2倍近くありました。ポイント2、減塩。鰹節、昆布の出汁を使用し、減塩でも美味しく食べることができます。ポイント3、発酵食品の摂取。発酵食品である味噌を使用し、ミネラル、ビタミンを摂取することができます。皆様、五菜食堂をお楽しみいただけましたでしょうか。それでは、またお会いしましょう。